おはようございます。ケンです。テスラ株430ドルを割れました。この動きを見て不安になった方も多いと思います。トレンドが崩れたのではないか、ここから大きく下げるのではないか、今日はそうした感情論ではなくて、チャートが示している事実、これだけを使って今のテスラ株がどのフェーズにあるのか、これを整理していきたいと思います。まず最初に結論の方向性だけお伝えしておきます。今回の下落は長期トレンドが崩れた動きではありません。上昇トレンドの中で起きている調整局面の後半戦、この位置づけになります。では、なぜそう言えるのか、週足から順番に見ていきたいと思います。週足を見ると、テスラ株は現在およそ411ドル付近で推移をしています。重要なのは200日移動平均線よりもかなり上に位置しているという点です。200日移動平均線はいわば長期投資家の平均取得コスト帯です。ここを大きく下回ると長期トレンドが崩れたと判断されやすくなります。しかし現状は200日移動平均線を明確に上回ったままです。つまり長期構造としてはまだ上昇トレンドの中にあります。次に直近の高値からの値動きを見てみます。テスラ株は一時480ドルから500ドル付近まで上昇しました。そこから現在の410ドル台まで調整しています。これは急騰後の利益確定売りと期待先行で積み上がったポジションの整理、このように考えるのが自然です。急騰すれば必ずどこかで調整が入ります。今回起きているのは、その調整が少し深めに出ているというだけの状態です。では続いて日足を見ていきます。日足では20日移動平均線を下回っています。この20日移動平均線は短期トレンドの目安になるラインです。ここを割れているということは短期的には調整局面に入っているというサインになります。一方で200日移動平均線からはまだ大きな距離があります。つまり日足レベルでは短期は弱いんですけれども長期はまだ強いという状態です。ここで重要になってくるのが崩壊と調整の違いです。崩壊っていうのは長期移動平均線を割り込んで戻りも弱く下げが連続する状態です。今のテスラ株はそこまでの状態にはなっていません。あくまで上昇トレンドの中での調整です。そして次に RSI を見ていきます。日足の RSI はおよそ42前後です。4時間足の RSI は30代後半に入っています。RSI が70を超えると買われすぎ、30を下回ると売られすぎと判断されます。今の水準は売りがかなり進んできているゾーンです。つまり、ここからさらに急落を続けるだけのエネルギーは弱まってきているということになります。では、ここまでを一度整理をしておきます。週足では長期上昇トレンドは維持しています。日足では短期的な調整局面となっています。RSI では売りはかなり進行済みです。この3つを組み合わせると、今は崩れ始めではなくって、調整の終盤に近づいている可能性があるという段階になってくると思います。では次に出来高とボリュームデルタ、これを見ていきます。ここは本当に投げ売りが起きているかどうか、これを判断するために非常に重要なポイントです。まず、日足の出来高です。直近の下落局面で出来高が急激に跳ね上がっている場面は見られません。もし本格的なパニック売りが起きている場合は、ローソク足の下落と同時に出来高が大きく膨らみます。しかし今回はそうした動きは確認できません。これは多くの投資家が一斉に投げている状態ではないということを意味します。次に4時間足のボリュームデルタです。ボリュームデルタは買いと売りのどちらが主導しているのかを見る指標です。直近ではマイナスのバーが散発的に出ています。ただしマイナスが連続して積み上がる形にはなってはいません。これは売りが出てはいるんですけれども、継続的な強い売り圧力ではないという状態になります。ここまでをまとめると、出来高に関してはパニック売りではありません。ボリュームデルタでは短期筋の売りが中心です。この組み合わせから今回の下落っていうのは
恐怖による投げ売りではなくって、ポジション調整に近い動きと判断することができます。では次に今後を見る上で重要な価格帯を整理していきましょう。まず400ドル付近です。ここは直近で何度か下げ止まっている水準です。市場がとりあえずここでは売りたくないと感じている価格とも言えます。この400ドルを冷やして明確に割り込まなければ、調整は健全な範囲内と考えられます。そして次に430ドル付近です。430ドルっていうのは先ほどお話しした20日移動平均線の近辺です。ここを上回ってくると短期的なトレンドが改善していきます。つまり調整が終わりに向かっているというサインになってきます。さらに上の445ドルから450ドル付近。ここは50日移動平均線が位置する価格帯です。このゾーンを超えてくると、再び上昇トレンドに戻ったと判断しやすくなります。整理をすると、400ドルっていうのが最重要サポートです。430ドルっていうのが回復ラインです。445から450ドルっていうのがトレンドの復帰ラインとなってきます。この3段階を覚えておくと、今後の値動きがかなり見やすくなってくると思います。では、今は攻めなのか、それとも待ちなのか、結論としては、今は備えから待ち、このゾーンになってきます。積極的に買いに行く場面ではありません。かといって恐怖で投げる場面でもありません。下げ止まりを確認し、方向が見えてから動く局面です。そしてここで考えられるシナリオを2つ整理しておきます。まずはシナリオ A です。400ドルを維持して430ドルを回復するというシナリオ。この場面は調整終了から次の上昇フェーズに入る可能性があります。そしてシナリオ B です。これは400ドルを割り込み380ドル台、つまり200日移動平均線を試す動きです。この場合でも長期トレンドが即座に崩壊するわけではありません。より深い押し目を作りに行く動きになってきます。どちらのシナリオになるかは今の時点では断定はできません。大切なのは当てに行くっていうことではなくって、条件を決めて待つということになります。はい。ということで最後にまとめていきます。テスラ株は崩壊局面ではありません。上昇トレンドの中の調整局面です。今は静かに下げ止まりを待つフェーズと言えます。今後も感情ではなく、チャートの事実、これをね、週に1回整理をしていきたいと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。はい。では、追伸です。テスラオーナーの方、そしてこれからテスラを買おうかなと思われている方、自動車保険をどうしたらいいのか悩んでいませんか？テスラは輸入車なので修理とかになったら保険料も高くなったりしますし、保険をどうするのかっていうのはテスラオーナーの方にとっては結構大きな悩みなんですよね。でもそんな方におすすめなのがアークエイドっていうテスラ専用の保険サービスです。驚いたのがドアミラーの破損やいたずらによる傷まで保証されるのに保険等級に影響が出ないプランがあるということです。しかも保証内容はテスラの特性に合わせて設計されています。普通の保険だと高すぎる、テスラに合う保険が見つからない、そんな方は一度アークエイドさんに問い合わせる価値はかなりあると思います。僕もテスラの保険はアークエイドさんのところにお願いしています。気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックされてみてください。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。